162枚が46分トータルでできました。8はまだ現像処理中ですよ、ステライメージ8は。今までこれでよくやってたなという気がするんですけど。星付きの皆さん、こんにちは。今日はステライメージ9のレビューをちょっとやってみようと思います。まずはですね、5つほど項目がありまして、最初に操作の快適さ、それからセルフフラットの効果、ステライメージ8と9の自動コンポジットの速度の比較、4つ目がもっと高速化する可能性、5つ目がステライメージ 9.0A1 でのバグということでやってみたいと思います。一応今、ステライメージが 9.0A1 っていうアップデータが出てまして、それが最新版に今のところなります。それではまず1つ目の操作の快適さからちょっとやってみたいと。これ、眉精雲です。眉精雲の画像で、画像サイズがですね、5081×3377 っていうサイズです。で、一応パソコンのスペックが、Core i7 の 9750H の、2.6GHz で、メモリが 16GB で、キャッシュ3つありますので、それでの、速度ですけども、ノートパソコンですね。ノートパソコン用の CPU になります。速度のですね、基本的にもう全部速くなってるんですけど、それをちょっと実感できるのがですね、このマルチバンドシャープと、マルチバンドウェーブレッドとスマートマルチバンドシャープですね。この3つって重たいじゃないですか。よく惑星で使うあれですけど、この5000いくつの画像をやっても結構軽さがわかるので、まずはマルチバンドシャープからやってみたいと思います。こんなに早く、もう、ステライメージ8の時ってすごい重たくなかったですか、これ。こんな感じで、こう、できるんですよ。こう、ひょっと。すごく軽くなってると思うんですけど、もう前はこうアップしてですね、影響を及ぼさないようにしてたんですけど、僕開いててもいけますよって感じで、すごく速くなってます。で、次が、マルチバンドウェーブレッド。これも惑星でよく使うやつですけども、これも速くなってます。いきます。プレビュー。先ほどではないですけど、今変わりました。わかりますかね。こうしてみますかね。変わりました。変わりました。このぐらい早いんですよ。これなら使えますよね。前はもう本当にこう、すごいこうアップしてですね、画面をこうアップしてですね、それで使ってた感じになるんですけど、これからでもアップして使うでしょうけども、ものすごい軽くなってるんで、これ使いやすくなりましたね。はい。で、スマートマルチバンドシャープ。これも結構使うと思うんですけど、これもこう、で、プレビュー。そこそこ時間かかりますけど、それもずーっとこう、ずーっと来てます。ずーっと来てます。これもすごい重たい作業だったんですけど、これも十分使えるなと。前はずっとこうアップで使ってましたけど、全然使えますよってことですね。はい、軽くなりました。で、一応ミニマムフィルターなんかも重たい作業ですけど、ミニマムフィルター5でこの肌安さですね。もう前はもうものすごい時間かかってましたけど、5ぐらいでしたら待ってますよね、これならね。さすがに10をすると、ちょっと重たいですけど、ミニマムフィルターは、基本的に重たい作業なんで、それでもこんな感じで、10なんて普通使えなかったですけど、待とうと思えば待てる範囲にありました。もうこんな感じで基本操作がすごい軽くなってるので、トーンカーブとかそういうのもこれちょっと前バグがあったんですけど、9.0の初期バージョンは。今これも戻ってますんで、快適になりました。こんな感じで快適になりましたよということですね。すごい使いやすい。次にセルフフラットの効果ということで、この簡単にフラットができますよっていう、これもちょっと試してみたいと思います。これアンドロメダ銀河です。
これでセルフフラットしてみようと思います。まあこれ一応ちょっとレベルを調整してですね、こんな感じでこうフラットが必要な周辺原稿をしてますね。こういう感じで、はい。まあ、ちょっと分かりやすいようにちょっと強調した状態でやってみます。ツールセルフフラット補正で、まあ、半径はまだよく分かんないですけど、基本このままでいいみたいなんですけど、この最大値を変えると、最初まあこんな感じでしたけど、これをこうちょっと右に、ちょっと重たいですけどね、この作業こうしていくと周辺が削られていきますよと、こんな感じになってきますよね。調整が難しいですけど、やりすぎるとこう暗くなっちゃうので、どこかいいところを探す感じで、まあ、マウスをですね、このマウスをここに明るさ出てくるんで、まあ、この辺をこう探りながら見ていけばいいかなというところで、だいたいこのぐらいですよね。49、48とか。これだいたいいい感じになってると思うんですけど、これで OK。で、ちょっと強調してみます。で、強調してみるとフラットなってますよってことですね。で、なかなか使えるんですよ。まあ簡単に作業するにはいいですよね。ただ、あんまり強調していくとちょっとわかるんですけど、この、なんていうんですかね、ここのちょっと色合いが変わってると、こう強調してみたらわかるんですけど、ここだけちょっと紫がかってるように変わっちゃったんですよね。最初こんなことなかったんですけど、なのでこの辺がちょっと難しいですね。ちょっとこういう影響があるなと。フラットにはなってるんですけどね、周りは。ですけど、この星雲の周りが色合いが変わってしまうという、ちょっとそこが気になるかなっていうところなんですけど、でもまあまあ、強調しなかったら、あんまり強調しなかったら、こう使えるぞっていう、この辺だったら分かりにくいんで、まあ若干やっぱりこう青いですけど、まあこの辺マスクかけて色合いを変えるかですけどね。で、まあ僕がいつもやってるソフトビニングフラット補正とちょっと比べてみたいと思うんですけど、ちょっとこれ複製しておいて、で、今の画像ですけど、ちょっとフラットはさっき作っときましたんで、これソフトビニングフラット補正で作ったフラットです。こんな感じになってるんですけど、こういうフラット画像を、作りましたよっていうことで、まあ、この元画像からですね、この元画像から。でですね、これでこうダークフラット、まあフラットだけ選択して、こうしましたよと。で、フラットになりましたと。で、これと、これちょっと比べてみたいんですけど、まずこっち、今、ソフトビニングフラット補正のやつをちょっと強調してみます。で、まあまあ、自然かなっていう気はするんですけど、強調しても、この辺の色合いおかしくないぞと。で、こっちはちょっと同じぐらい、ちょっと色合い緑っぽくなっちゃってますけど、こっちがソフトビニングフラット補正、こっちがセルフフラットっていうことで、どうでしょうか。もうちょっとこう強調して、強調とか明るくすると分かりやすいんですけど、こんな感じですかね、明るさ的に。こっちソフトビニングフラット補正、ここは別に問題ないんですけど、こっちちょっと紫っぽくなってるじゃないですか。この辺のどういう原理、このセルフフラットの原理って僕よく分かってないんですけど、ちょっとこの紫がかっちゃうなぁと。
色合いが、性能の周りの色合い変わっちゃうなというところですね。こんな感じになります。でもまあ使えるんじゃないかなと。ただ僕はちょっとまだいつも通りのこっちのやり方でやろうかなと思うんですけど、で、このフラットのですね、ちょっと別の話になりますけど、このフラット補正のソフトビニングフラット補正のちょっとコツみたいなのがあるんで、それまたちょっと別途動画で上げたいと思います。いろいろ記事書いてるんですけど、そのコツみたいなのがあるので、その辺はまたアップしたいと思います。とりあえずセルフフラットはまあ使えますよという感じで、とりあえず簡単に処理する、もうこれ初心者の頃とかこれすごい助かりますからね。最初の頃こういうフラットめんどくさいんで、これはある程度使えるんじゃないかなと思います。で次に、メインのですねステライメージ8とステライメージ9の自動コンポジット速度の比較ということでちょっとやってみたいと思います。上がですねステライメージ 8.0J、 これ最終バージョンだったと思うんですけど、それと下が、今回のステライメージ 9.0A1、現状の一番最新のアップデータ入ってるものですね。これで通常コンポジットロー162枚ということで、このですね設定がですね、これですね通常コンポジット、通常のコンポジットで、これ普通の加算平均です。加算平均と後でシグマクリッピングの速さと両方比較してますんで、全部設定オンに、ホットピクセルもちょっと全部レベル調整とか全部チェック入れてます。でこのスカイオ減算っていうのはステライメージ8ではなかったんですけど、これチェックオンにして、ガイド状態の部分全部オンにした状態の比較です。一番重い状態ですね。これがこの比較になりますので、通常コンポジットで160ローで162枚です。20枚とか30枚だったら結構ね比較の動画あるんで、アストラアーツさんもアップされてるんで、ただ162枚になった時どうなるか、ちょっとこれなぜ今回これかっていうと、ちょっと後で関係するんですよ。20枚30枚だったら普通のコンポジットもシグマクリッピングも変わらないんですけど、多くなるとちょっと違いが出てくるんですよ。ですので162枚このぐらいコンポジットしてみました。ではちょっとこれで再生してみたいと思います。これ倍速でやってますんで、倍速というか何十倍も早くやってるんですぐ終わっちゃいますけど、いきます。スタート。下が 9.0 最新の方です。ここバーがずーっと上がってきてますよね。ずーっと上がってって、現像処理中というのが21分で、ガイド状態評価中1分半。これちょっと、新しい表示ですけど、でここも今コンポジット準備中、位置合わせとかですね、これがコンポジット中21分でもコンポジット中が2分で終わりましたよと。最後コンポジット中っていう表示あるじゃないですか。あれ2分で終わっちゃいましたんでもうめちゃくちゃ早いですよね。コンポジット中は他の作業したりしてたんですけどね。で一応1時間48分で現像処理が終わったよと。で9の方は21分ですから、何倍ぐらいになるんですかね。だいぶ早いですよね。でコンポジット準備中30分、こっちはコンポジット準備中21分。このガイド状態評価中も足されるんで、22分3分ってとこですね。で30分が22、3分になってるんで早くなってますよと。でコンポジット中が29分ですよね。それがコンポジット中が2分5秒なんで、もう15倍ぐらい早くなってますね。トータルで2時間48分かかってますが、今までこんなに待ってたんですね。それが46分でできるようになったんで、もうめちゃくちゃ早くなってますね。もう快適すぎますね。で、ちょっと次がシグマコンポジットやってみたいと。次はシグマクリッピングですね。これも同じ162枚、さっきと同じで、そのちょっとね気がついたのが、このコンポジット中っていう最後のとこあったじゃないですか。コンポジットした後の最後のコンポジット中、さっきの通常コンポジット時は29分でしたけど、で通常コンポジットでさっきの 9.0 の方は2分5秒、もう15倍早かったよっていうのをさっきやりましたけども、ここはちょっと違うんですよ。
で、最初の現像処理とかあっちの方が同じなんで、早いんで問題ないんですけど、ここだけ、最後のコンポジット中だけちょっと違いがあったんで、ここだけちょっと表示してみたいと思います。シグマクリッピングなので、重い作業になりますけども、比較をスタート。下が 9.0、上が 8.0 というところですね。はい。最後のコンポジット、もう位置合わせとか全部終わって、最後コンポジット中ってところですね。ここだけ速度が気になったんです。今動かしてますけども、ずーっとこのバーが、動いてます。で、あんまり変わらないことないですか？ちょっとこれメールが来たんで、黒くしてますけど、シグマクリッピングで最後のコンポジット中だけが1時間22分で、8の方こいつは1時間32分、あれ10分しか早くないぞと、9分半とか10分っていうことなんですよ。ここはねちょっとね気になったんですよ。この部分は8も9もそんなに変わってないよと。9そんなに速くない。この部分が。コンポジット数がね、他のちょっとやってるとあれなんで、コンポジット数が少ない時はここわかんないんで、もう超高速なんですけど、コンポジット数が増えると、シグマクリッピングのところがあんまり変わらないんで、トータル時間は早いですよ。9の方が。前半のその現像処理中とか早いんですけど、シグマクリッピングの時はあんまり変わってないので、コンポジット数が多くなると、ちょっと速くなった感じが、音痴が少ないというか、速くなった感覚が少ないというか、そんな印象になるんですよ。たまたま僕いつもこの100何枚とかいつもコンポジットしてるんで、で、いつもシグマクリッピングでコンポジットするんで、それでちょっとここ気になったんですよ。一番いつも使うコンポジットの方なんで、で、ちょっとここ見てもらいたいんですけど、こうですね。このね、処理中の CPU、ここがね、50% ぐらいなんですよ。で、こっち 46% ってなってますけどね、まあ、これ誤差の範囲なんで、だいたい一緒ぐらいだと思うんですけど、で、ここがね、変わって、もともと他の処理はこれ 100% ぐらいいくんですよ。ですけど、このシグマクリッピングの時は、8も9も、まあ半分ぐらいしか CPU が動いてないというか、使ってないというか、コアはちゃんと使ってるんですけどね。このコア、6コアはこれ、両方とも使ってるんですよ。両方とも6コアずつ。9の方が、ちょっとこうね、なんとなく、なんなんでしょうね、この 50%。これ 100% に動いてくれれば、もっと速くなるはずなんですけど、どうもね、そこがちょっと気になって、これは、もうちょっと速くなる可能性があるんじゃないかなと思うわけですよ。この10分しか速くなってないと、この部分が。これがですね、一応アストロアーツさんにはメールしたんですけど、この辺が改善されて、この 100% になればもっと速いかなと。この辺がね、ちょっとね、期待したいところですね。コンポジット数が増えると、ちょっと高速化の音痴が少ないっていうんですかね。高速化を感じ取りにくい。ちょっとそこは惜しいところだなと。だから多分この今後のアップデータで、ここが改善されるともうたまらないなっていうところなんですけどね。はい。まあとにかく速くなってますんで、これはもう絶対メリットはあると思います。とりあえず僕もないんで、今後は処理していく形になります。次にですね、5、ステライメージ 9.0A1 でのバグっていうことで、まあ僕が気づいたバグだけなんですけど、それをちょっとやってみたいと思います。はい、さっきのアンドロメダ銀河ですけども、これですね、例えばまあレベル補正とかあるじゃないですか。で、この
ダイヤログっていうんですか、このダイヤログをこうクリック、マウスここに合わせてクリックして、邪魔なんでこっち置きながらとか作業するじゃないですか。で、こういじると。これレベル補正はいいんですよ。で、トーンカーブもこう移動させていいんですよ。もう他どれも移動させて大丈夫なんですよ。でも、いきます。カラーバランス。僕結構カラーバランス使うんですけど、これをクリックするでしょう。これを移動させますよ。クリックして移動させる。あれ動くな。なぜ動いてるな。あれこの前このカラーバランスだけがバグっててこう動かなかったんですよ。再現しようと思ったらどういうこと？たまたまだったんですかね。ということで、ちょっと以前に撮ったですね、このバグをちょっとアップしたいと思います。ちょっとやってみます。とりあえずね、こういう動画上げたんですけど、ファイルを開きますと、で、まずはトーンカーブですね。トーンカーブでこう移動させても問題ないですよと。で、次に、カラーバランス。これを動かそうとするとシャットダウン、ソフトがシャットダウンしちゃうんですよ。で、一応ちょっと手順変えてですね、もう一回とりあえず開いて、明るさ、コントラストをまず動かしてみましょう。問題ないですよ。で、次にデジタル現像。デジタル現像をやるけど、別に問題ないですよ。で、カラーバランス。カラーバランスを動かそうとするとシャットダウン。これ何回やってもこうカラーバランスの時だけなってたので、でも今起こらないんでちょっと謎ですけど、こういうこともありましたよということだけ一応ご報告しておきます。バグではないのかもしれないです。よくわからないですけどね。はい、すいません。ということで、基本もだいぶ快適に動くようになりましたんで、最初の頃はちょっといろいろバグがあったみたいなんですけど、今は快適に動くので、このですね、すごく使いやすくなったステライメージなんで、いいかなと思います。あと最後のこのですね、もっと高速化する可能性、ここをちょっと期待したいですね。シグマクリッピングの速度の高速化ですね。ここを、ちょっと期待したいと思います。次のアップデートに期待したいと思います。以上、ステライメージ9のレビューでした。ありがとうございました。